皆さん、こんにちは。日比義孝と申します。今日は全文テキストデータを利用した近現代日本文学の研究というタイトルでお話をさせていただきます。それでは早速ですが、画面を共有いたします。最初に簡単に自己紹介をさせていただきます。現在の勤務先は、名古屋大学大学院の人文学研究科になります。専門は日本の近現代文学及び文化論になっておりまして、最初は私小説やモデル小説の研究をしていたんですけれども、その後移民研究や戦前のいわゆる外地の出版文化の研究などをやってまいりまして、最近はいわゆるデジタルヒューマニティーズに関心を持って、コンピューターを利用した日本の近現代文学の研究がどういうふうに展開しうるだろうかというような関心を持って、最近は勉強しているという、そういう人間になります。業績といたしまして、今ご覧いただいているのは、今日のお話に関連するものといえばということで、持ってまいりました。一つ目は、今日の話とは直接は関係しないプライバシーの誕生という、一番最近の端緒になりますが、二つ目と三つ目が、今日の研究に関連する業績で、科研費の採択課題を対象とした研究課題の渓流テキスト分析というようなものが、これに関わる私の最初の研究の取り組みでございまして、3つ目は今日少し具体例でお話しする部分にやや関係する課題なんですが、松尾芭蕉が近代においてどう受容されたのだろうか。それをコンピューターによる解析を使って研究してみるというようなことの研究のメモ的なものをですね、昨年発表しております。今日のウェビナーでは、主に3つの話題をめぐってお話をさせていただきます。大きな目標になりますのは、一番の近現代日本文学研究者から見た全文テキストデータの状況ということになります。ここで全文テキストデータと言っておりますのは、図書や雑誌記事に含まれたすべてのテキストがデジタル化されているような、そういったデータを指しています。図書館のオーパックなどの検索ですと、ほとんどの場合が検索対象となっているのは、その資料のタイトルでありますとか、件名でありますとか、キーワードや著者名、などになりますが、全文テキストデータになりますと、当該の書籍や雑誌記事に含まれた本文のデータすべてが入力されて電子化されていて、そのすべてを扱えると、そういうことになります。その1つ目、トピックの3つの1つ目が、主たる目的なんですが、2は、では具体的にサービスを使ってみるとどうなるだろうかということで、次世代デジタルライブラリーと同じく国立国会図書館の NDL エヌグラムビューワーというサービスを使ってみようというのが第2のセクションになります。第3のセクションとして、全文テキストデータを利用した文学研究の実践例、ということで、現在入手可能となっている全文テキストデータ、今回は国立国会図書館のデータを利用します。それを利用して、日本の近現代文学研究が今どういったことができるだろうかということの実践例を2つほど示してみたい、そう思っております。では、近代日本文学の研究者から見たテキストデータの状況について、早速進めてまいります。全文テキストデータが検索できるサービスといたしましては、ご覧いただいております通り、皆さんご存知のものも多いと思うんですけれども、青空文庫でありますとか、国立国会図書館のデジタルコレクション、Google Books ですね。
それから、契約が必要な有料サービスということになりますが、マルゼンの ebook ライブラリー、紀ノ国屋の紀ノ伝など、いわゆる電子図書館のサービスというものがございます。それから、図書館サービスとは少し種類が変わりますけれども、全文テキストデータを使うということで言えば、各種新聞のデータベースも、ここに挙げていいのかもしれません。日本の近現代文学研究者は、こうした新聞のデータベースにかなり助けられて研究をしております。もちろん時代によりますし、その新聞社によるんですけれども、記事全文が検索の対象となっているようなそういう時代、そういう新聞もございます。そういうのが利用できるということですね。近年の動向として、新しく注目すべきなのは、こうした全文デジタルデータが、データ分析の対象となり始めている。自分たちが自前でデータ分析できるようになり始めているというところだと私は考えています。青空文庫でもデータを入手して分析することができます。国立国会図書館の次世代デジタルライブラリーでも、著作権の問題をクリアして、インターネット公開されているデジタルテキストについては、その全文をダウンロードできるようになっています。また、次世代デジタルライブラリの提供元であるNDL ラボではですね、NDL エヌグラムビューアーというサービスも提供しています。これについては、後ほどセクションの2番目で実際に使ってみて説明をしたいというふうに思います。以上こうした状況になっておりまして、全文テキストを手軽に入手して、データ分析ができる時代に入っている、そういうところが近年の新しい展開であるというふうに、思います。代表的な全文検索サービスとしては、日本の近現代文学の観点から言えば、やはり青空文庫、そして、国立国会図書館のデジタルコレクションということになります。この両者については、このウェビナーをご覧いただいている方のほとんどがすでにご利用されているところだと、思うんですけれども、簡単に触れて、おきますと、文学研究の観点から言いますと、やはり、何といっても文学作品の本文の中身が検索できるというところが、まずは強みであるというふうに言えるだろうと思います。これによって、例えば、地名の上海でありますとか、食べ物の寿司などといった、作中に登場するキーワードを取り上げて検索します。そうすると、ずらりと検索結果として、上海が舞台となっている、あるいは登場人物が上海について言及しているような作品が並んでくるというわけですね。寿司というふうに検索すれば、寿司について、扱われている登場人物が話し合っていたりとかですね、寿司屋に行ったりとか、そういった小説が出てくるというわけです。で、また、キーワード検索をそういうような形で繰り返していきますと、関連するキーワードも連鎖的に増えていくわけですね。寿司を検索していて、マグロが出てくるとか、屋台が出てくるとか、醤油が出てくるとか、そういったキーワードなどが連鎖的に増えていきます。そうした検索による探索を繰り返していくことによって、これまで、発見されていなかった作品でありますとか、自分では気が付いていなかった作品同士の連関について発見することができます。こうした作品同士の連関をカンテクスト性、あるいは、インターテクスト、インターテクスチュアリティ、というふうに、文学研究では言いますけれども、そうした、テクスト同士のつながり、を論じるための、強力なサポートになるというわけです。次は、全文テキストが入手可能
になっているサイトについて、見ていきます。対象資料の本文がすべてデジタルテキストとなっていて、自分の手元にそのテキストがあれば、それを使ってコンピューターを用いた解析の対象にすることができるというわけです。そうすると、単純な本文検索よりも、より高度な分析が可能になります。青空文庫や次世代デジタルライブラリーからそういうことができます。青空文庫と次世代デジタルライブラリについてダウンロードをする場所を確認して、おきましょう。青空文庫の図書カードというページがありまして、その、真ん中あたりまでその図書カードのページを降りていくと、ファイルのダウンロードという箇所がございます。通常ですと3つほどファイルのタイプが出てきて、テキストファイル、エキスパンド、ブックファイル、XHTML ファイルとありまして、通常ブラウザで見るときは、この一番下の、拡張子が HTML となったものを見ると思いますが、テキストファイル、一番上のテキストファイルや ebook の形式である、電子ブックの形式である、エキスパンドファイル、ブックファイルなども入手することができます。で、これを検索して、図書カードのページに行って、手元に、手動でダウンロードしていくこともできれば、これ形式が決まっておりますので、Python などのコードを書いて、連続的にダウンロードするといったやり方も可能でしょう。次世代デジタルライブラリーからも全文テキストを入手することができます。これは個別の資料を開いたページですね。島崎藤村の申請を開いています。で、ダウンロードする場所は、ちょっとボタンが小さくて分かりにくいんですけれども、右下に、この資料の全文テキストデータというボタンがございます。で、このボタンをクリックすると、この島崎藤村の申請の全文テキストデータが手に入るという仕組みになっております。これについては、別のやり方もございますので、後半の具体的な、分析事例のところで、また詳しく申し述べたいと思います。手動で1つや2つダウンロードする分には、ここのボタンを利用するのが一番簡単だろうと思います。こうして、入手した全文テキストデータは、研究の基礎資料になります。情報科学を用いたテキストの分析は、この後も、時代を経るごとにどんどん新しい技術が開発されていくだろうと予想されます。そうした新しい、いわゆるデータマイニングの手法によって、研究の方法も次々に、展開していくだろうと思います。研究者、利用者のアイデア次第で、様々な研究が生まれてくるだろうと私は予想しています。もちろん、この種のデータ解析については、一定の情報学、あるいは統計学の知識が必要になります。敷居が高いなというふうに思われる方もいるだろうと思うんですが、しかし、近年の動向を観察しておりますと、アプリケーションの開発、あるいは AI 技術の急速な発展によって、情報科学的な手法の利用のハードル、情報科学に詳しくない、必ずしも詳しくない人間であっても、そうした技術の進歩をですね、利用することができる。そうしたやり方、そうした場面っていうのは非常に多くなっていて、ハードルは下がってきているというふうに思います。例えば、アプリケーションで言いますと、以前から使われているものとして、KH コーダーというものがあって、これはインストールして用いるアプリケーションなんですけれども、
自然言語のテキストを分析することができて、アンケートで、ありますとか、そうした自然言語で書かれたものを分析する事例もあり、文学研究でも、言葉がどういった場面で用いられて、それがどういった言葉と一緒に出てくるか、それをネットワークのように図示するような、そうした手法に応用されたりしていますし、インストールしないで、ウェブのブラウザで用いるサービスとしても、この後ご紹介する、NDL の N グラムビューワーなどがあります。また、AI に関わる技術の方では、ご存知のチャット GPT をはじめとした、生成系のAI の技術が急速に進化しています。こうした情報科学的な技術進歩とサービスの進歩によって、特別な知識がなくてもデータ解析ができるようになってきているという状況なわけですね。そうしたサービスやアプリケーションを利用しない手はないというふうに私は思っております。さて、では、ここから具体的に、国立国会図書館の NDL N グラムビューアーを使って、どんなことができるのかということについて、簡単に見てみたいと思います。これが、国立国会図書館の、NDL ラボの中のですね、NDL N グラムビューアーというサービスの、サイトになります。入っていきます。この、サービス、どんなサービスかご覧いただくと早いんですけれども、やってみましょうか。検索ボックスが、あります。で、例えば、通俗と、融合を検索してみます。そうすると、こういった形の、折れ線グラフが、表示されます。でこれは何を示しているかと、申しますと、上の方をたどってみると分かるんですけれども、これですね。現在、2023年1月現在の検索の対象が、図書雑誌資料の約230万点、の資料を対象にしていて、それを先ほど通俗というキーワードで検索しましたが、その通俗によって、キーワードをしていて、でその出版年代ごとの、出現頻度ですね。どれぐらいヒットして何件ぐらい出てくるかと、いうことが表示されているというわけですね。230万点の、全文テキストデータ、本文を通俗で検索したということになります。それがこの結果ですね。で、ちょっと注意しなければならないことがあります。それはまずはですね、その検索対象とされているデータに制限があるということですね。全文テキストデータで230万件というと、なんか膨大ですごいたくさんもうすべてを検索しているような気持ちになるわけなんですけれども、もちろん、到底すべてではないというわけですね。著作権の問題でありますとか、全文テキスト化の作業の進捗状況などによって、データが多い時代、少ない時代というのがございます。もちろん古いところはそもそも、点数そのものが少ない。新しいところはデータ化が追いついていないし、データ化に取り組めていないというようなところもあるわけです。そういった制限を勘案して、検索対象の期間を絞り込んで使うのが適切だろうと思います。
例えば、近代に入ってからということで、1868年から、とりあえず戦前期を対象にしようということで、1945年までというふうに。この、対象とする出版年代の範囲というところのスライドバーを使うことによって、検索の対象を絞り込むことができ、それに連動してグラフも移り変わっていくと。非常に優れたインターフェースに、なって、おります。もう一つ、注目していただきたいのは、こちらにある、スイッチがあります。このスイッチも、ぜひご利用されるといいかなと、思います。今はキーワードの出現頻度を可視化というふうになって、おります。つまり、簡単に言うと何件ヒットしたかということを示しているグラフになって、います。で、クリックすることによって、切り替えることができます。キーワードの出現比率を可視化。で、出版年代ごとの出現頻度。これを出版年代ごとの総対象 N グラム数で割っているということが表示されています。どういうことかですね。これは要するにある時代の検索対象とした言葉の総数ですね。で、その総数、全体の言葉の数の中で、通俗なら通俗という語が、どれぐらいの割合で出てくるかという、そういう比率を示しているということですね。言葉の総数というふうに簡単に言いましたけれども、その N グラムという、その手法を使って言葉を切り分けて、その切り分けた言葉のつながりによって、通俗にヒットしているかヒットしていないかということを、調べているというわけなんですけれども、ともかくこちらは比率だということですね。どうしてこんなスイッチがついているかと言いますと、図書や雑誌の出版数というのは、時代によってその数が変化しますよね。単純化して言いますと、古い時代においては出版の点数が少ない。その後、時代が経るに従って、出版文化が拡大して、どんどんと出版点数が増えていくという、大まかにそういう傾向が、あるわけです。従いまして、単純に出現の頻度、ヒット数だけを数えてしまいますと、その後が本当に使用の割合として増えているのか、あるいは単純に出版点数自体が増えたのに引っ張られて増えているのか、そのあたりが曖昧になって、しまう、そういうわけですね。で、一方、出現の比率にしますと、全体の語の数の中での出現の割合が出てきますので、出版点数による影響といったものを、ある程度排除して考えることができると、そういうわけです。ですので、目的に応じて、使い分けをするといいかなというふうに、思います。さて、この NDL エヌグラムビューアーが、非常に優れていて面白いのは、その検索の対象になるキーワードを、複数指定できるということです。例えば、今、通俗という言葉を検索していますが、これに、よいしょ、大衆という言葉を並べて、間にスラッシュで、半角のスラッシュで、切って並べて、検索をしてみます。そうすると、こういった答えが返って、くるわけですね。先ほどの折れ線グラフが、2つに、なっている、増えているということがご覧いただけると、思います。つまり通俗の結果と大衆の結果を、重ねて示すことができるわけです。通俗と大衆という言葉は、よく似た意味内容の言葉です。
日本の近現代文学研究の中では、通俗小説と大衆小説という言葉が、両方存在しています。しかし、昭和の戦前期には、大衆小説に注目が集まる、そういうことは知られていました。そして、どういうふうに増えたんだろう、なぜ増えたんだろう、どんな文化状況だったんだろうということについて、関心が持たれてきたわけなんですが、そうした大衆文学、そして、もう一つの通俗小説、大衆小説、をめぐる議論を、改めて、再点検してみようとするときに、こうしたグラフは、非常に示唆的です。グラフ見てみますと、通俗も大衆も明治期から、ずっと使われてきた言葉だと、いうことは、見て、取ることができます。ところどころ突出して、多い年というのがあったり、しますけれども、おおむね、1900年ぐらいまでは、同じぐらいの比率で、来ているのかなと、いうことが見て取れます。ところが、その後、通俗の方が、優勢な時期が大正年間の間ぐらい続く。通俗の方が、青色の方が、たくさん使われているという時代が続くわけですね。ところが、1927年ぐらいなんですけどね、ちょうどだから昭和に入って、すぐぐらいのあたりからぐっと大衆という語が増えていくということが観察できます。ですから、大衆文学論がこのあたりで賑やかになり、研究も注目されるというのは、ここを捉えていたということになるんですけれども、これだけの規模の違いというものがある。語の利用の実態として、こういったグラフを提示することができ、で、このヒットしたところから実際の具体的な使用例までたどっていくことができますので、これは通俗小説、大衆小説の議論を考え直していくときの、大きなヒントになるというわけです。さらに、もう少し文学研究に踏み込んだ分析例、というものも、お示ししたいと、思います。スライドショーの方に、戻ります。これは、詩小説、新教小説、本格小説について、NDL エヌグラムビューアーで検索した結果です。詩小説、つまり作家が自分自身のことを、それと分かるように書いた小説のことです。日本の近代小説の一つの、典型的なスタイルとして、注目されてきたものです。この詩小説という語は、大昔からあったわけではなくて、おおよそ大正9年ぐらいに、言葉として現れ始めて、その後、文壇の中で注目されて議論の対象になっていく。といったことが、これまでの研究で知られて、います。詩小説が登場した時期の文壇の議論の中では、いくつかの詩小説に関連する用語もありました。それが新教小説であり、本格小説です。詩小説というのはやや包括的な言葉で、作者が自分自身のことを書いた小説、その一種になるんですけれども、新教小説というものも、ちょっとタイプが違うものとして、新教小説というものもあると、されていました。新教小説というのは、作者の心情の、細やかな揺れ動きや、作者の周りの周囲の観察の様を、丁寧に描写していくことに主眼を置いた、そんな小説を指します。志賀直哉の城崎にて、などを、思い浮かべていただくといいかなと思います。温泉地で、城崎温泉で療養している時の主人公の心の動きであるとか、散歩している様子とか、宿屋での様子、川の様子、そこで見かけた小動物たちの様子、そういったものを観察し、
細かく、静かに、描き出していく。そんな小説ですね。それが新教小説。本格小説についても簡単に説明しておきますと、詩小説、新教小説と、これは対比的に使われた言葉でした。詩小説や新教小説を批判して、本格小説を持ち上げる。そういった批評家たちがいました。で、日本的な詩小説、新教小説は身の回りのことばかり書いていて、ストーリーもはっきりしていなくて、登場人物の造形もはっきりしていない、不完全な小説だというわけですね。一方で、本格小説、これは、西ヨーロッパの小説が当時念頭に置かれていたわけなんですけれども、西欧の小説は筋もはっきりしていて、世界観の構築もしっかりがっしりしていて、登場人物の造形もみっちりと書き込まれていて素晴らしい。そういう議論の中でこの言葉を使われていました。さて、グラフを改めて見てみます。ここから何がわかるでしょうか。まず、詩小説などの語の使用頻度や使用比率の波がわかります。この波の大きさは、この語を用いた分断的な議論の広がりを示唆していると考えることができます。また、その後の書出の見当がつく、いつぐらいから使い始められたのかなという、初めて言葉が出てきた時期、書出の、見当、当たりがつくということ、それもありがたいですね。新教小説の書出は、この次世代デジタルライブラリーによれば1924年で、本格小説の書出は1925年、それぐらいだなということがわかるというわけですね。こういった情報は本当にありがたいですね。そして、今3つの詩小説、新教小説、本格小説という3つを取り上げていますが、こうした関連し合った言葉の比較、後退や衰退のありさまの観察ができるということも興味深いです。詩小説の語は1925年ぐらいから増え始めますが、その頃は新教小説や本格小説の使用例の方が多かったようです。しかし30年代後半からは新教小説、本格小説の使用頻度が下がっていく。特に本格小説はあまり使われない言葉となっていく。そういったことがここから言えるわけです。さあ、では、ここからは、全文テキストデータを利用した文学研究の実践例、について、説明を進めたいと思います。例は、2つ用意いたしました。トピック分析と需要研究です。早速、トピック分析の方に、入ります。先に、ここで何をやってみたいのかということについてご説明、します。コンピュータに小説の全文テキストデータを読ませて、サブジャンルの、機械判定、自動判定を、させてみようという、そういう目論みです。トピックモデルというものを使って、やってみます。これは当該の文章が、何の話題についての文章なのかということを、コンピューターに自動で判定させる、そういう手法のことですね。例えば、ウィキペディアの文章を一定数集めて、それを分析させて、トピックに分けさせる。で、そうすると、スポーツとかですね、食事とか、アメリカとかですね、いろいろそういう、今ちょっと適当に例を出していますけれども、機械の方で内容を読み取ることで、それを判定することで、トピックごとまとまりに分けて見せる。そういった手法がございます。それを文学研究に応用できるだろうというふうに考えてやってみる。それがここでの取り組みになります。最初に大まかな研究の手順を概観しておきます。
まずは分析するデータの検討をしますね。いつ頃のどんなデータを対象としようかなということを検討して、そして、手順2として必要なデータをダウンロードしていきますね。で、その後、そのダウンロードしたデータを分析するわけなんですけれども、前処理という、いわゆる準備作業をしなければいけなくて、ここが結構めんどくさかったりするわけなんですけれど、データの準備作業、整理作業、というものをします。それを経て、機械解析の実行を、行う。ここではその LDA というそのトピックモデルを使います。解析する。で、その解析して終わりではなくて、その解析して出てきたものの結果を見て、それを解釈するというプロセスがあって、そこが実は大事です。機械が全てやってくれるということではなくて、機械が示した解析の結果を人が読み込むことが重要で、その読み込むときに専門的な知見が力を発揮します。そこが人と機械が共同していく、これからのデジタルヒューマニティーズ的な手法の肝なのかなと個人的には思っています。これからの研究がその人を機械が圧倒して、機械だけで進められる、コンピューターだけで進められる、そういうふうには実はいかなくて、コンピューターの解析結果はそのままでは意味がよくわからなかったり、その分類そのものが何を示しているのかが理解できなかったり、理解しにくかったりするわけです。で、それを、人間が、そしてここでは研究者が、これまでの研究の知見を踏まえて、こう読めばいいのではないか。あるいはこれはこういうことを示唆しているのではないかと、踏み込んで解釈していくわけですね。そこが大事。それはいわば、人間とコンピューターの、共同作業になると、思いますが、その部分が、これからの研究の肝になるだろうと、思います。具体的な手順をたどりながらさらに、進めて、まいります。まず分析するデータの検討をします。今回は小説のデータを入手して、そのトピックを判定してもらうということになりますので、そのためのデータを集めます。まず国立国会図書館に、国立国会図書館デジタルコレクション書誌情報という今ご覧いただいているようなページ、リンク先がございまして、ここにインターネット公開された図書のリストがございます。これは Excel のデータになっていて、手に入れることができます。その中の著作権保護期間満了となっている資料、つまり、それが全文テキストデータが入手可能になっている資料ということになっています。少しどんな Excel なのかというのを簡単に見てみたいと思います。これがサンプルなんですけれども、こうして大きなExcel ファイルでずらっと並んだものが出てきますので、ここの中に、その A 列から順番に、永続的識別子があって、タイトルがあって、漢字があって、出版社や出版日があって、というふうになって、で、その NDC の、分類などもあります。ですので、このあたりは、このあたりを使って、出版時期で絞り込む NDC 分類を使って、その本の、いわゆるジャンルですね、で、絞り込む、などすることができます。で、この公開範囲という、9列ですね。9列、ここになっているのがインターネット公開されているものなんです。が、実はちょっと注意しなければいけないのは、この権利区分というところには何種類かありまして、全文テキストデータが
ダウンロード可能になっているのは、保護期間満了となっているものだけのようです。この許諾となっているものは、インターネット公開はされているんですが、全文テキストデータはダウンロードできないという、そういう扱いに現在なっているようです。私、最初これが分からなくて、エラーが出て、どうしてだろうというふうに思っていたのですが、教えていただきましたら、どうやらその許諾になっているものに関しては、全文テキストのデータはダウンロードできないようです。ですから、今回、例えば小説の本文の分析をしたい。そういう場合には、この著作権のその保護期間が満了しているよという、そういう権利区分のものについてが対象となるというわけです。で、実際にダウンロードの作業をしていくときに重要になるのは、この A 列の永続的識別子というところです。で、ここに各資料の ID の番号が、識別子が振ってありまして、この、7桁や8桁の数字の並びが、その資料の固有の番号となっているというわけです。この番号を用います。スライドに、戻りましょう。次世代デジタルライブラリーを使って、ダウンロードしていくんですけれども、全文テキストをダウンロードする URL の形式というのがあります。それがご覧になっている形式なんですけど、これ次世代デジタルライブラリーで各、さっき申請を見ましたけれども、申請なら申請の、資料を表示しているときの URL を見るとこういう形になっています。で、この最後の今印をつけている、丸で印をつけている部分が永続的識別子になっていますので、ここを入れ替えていけば、全文テキストが手に入ります。ですから、この前の、フルテキストって書いてあるところまでの URL が同じで、その最後の数字だけを順番に必要なものに入れ替えていくので、どんどんダウンロードできる。だから少しであれば、ブラウザから自分で手入力で、入力して、ダウンロードをしていくことができます。ただ、まとめてね、ある10年間の小説とか15年間の小説になると、何千件という形になってきて、当然手ではできませんので、そうすると、コンピューター言語のプログラミングですね、コードを書いて、自動実行してもらうということが必要になってきます。で、それはちょっと難しいというふうに感じるかもしれませんが、先ほども述べたところであるんですけれども、状況は変わりつつあります。連続的に全文テキストをダウンロードするようなコードは、今やそのチャット GPT が書いてくれる、そういう時代になっています。Python のコードを出力してくれます。このコンピュータ言語の Python の処方はさすがに勉強しておく必要があって、でも入門書を1冊2冊読めばそれで十分ですね。で、それを勉強した上で、チャット GPT にですね、ここの URL にアクセスして、永続識別子、これを代入して、連続的にダウンロードしてください。というようなことを、もう少し明確にね、順序立てて命令する必要はあるんですけど、日本語で、命令を書いてくださいと、お願いすることによって、コードを出力してくれます。で、コードが動かなければ、動かないので修正してくださいっていうと、チャット GPT が修正します。で、動くようになるまでそれを繰り返します。で、そうすると、出来上がります。私、そういうふうにして、やりましたので、大変便利な時代になりました。そうしたプログラミングの力がですね、それほど知識がなくても、この程度のことならできるようになるというわけですね。さて、
次のステップに移ります。前処理ですね。コンピューターで解析を行う準備作業になります。ダウンロード成功しました。ダウンロードすると、実はファイルが2種類手に入ります。内容は同じ小説なんですけれども、テキスト形式のファイルと JSON と呼ばれる形式のファイルが2種類手に入ります。中身は同じ小説です。で、目的に応じて、どちらかの種類を使えば良いです。で、これを前処理によって、本文テキストをですね、形態思想解析というものをして、単語ごとに分割して、おくというようなことをやります。コンピューターで処理しやすいように準備をしておくというわけですね。で、その後、トピック分析ということを行っていきます。LDA という手法を使いました。実行する方法は Python を使いましたけれども、これもまたチャット GPT が書いてくれました。結果をお示しします。ご覧になっているのは、1901年から1905年までの期間を対象に、国会図書館でデジタル化されている全文テキストのすべての小説を対象にして、います。ダウンロードしました。で、データセットを作りました。で、それに対して、これを5つの、トピックに分類しなさいというふうに LDA を使って、指示を行いました。そうすると、5つのグループに分けてくれる。そして、分けた時の、鍵になる言葉を示して、くれる。ところが、その鍵になる言葉が実は一番最初はよく分からなかったですね。見てもちょっと理解できなくて、解読できなかったです。そこで、それぞれの分けたトピックに、が最も典型的となる合致しているものについて、合致している順番に、10例ぐらい示してくださいと。そういうようなこともできるんですね。で、5つ分けたものの典型的なものを10個ずつ並べて、もらいました。で、それのタイトルを並べてみました。結果は一目瞭然でした。トピック1には探偵実話とか実事小説が並んでいました。ごめんなさい、トピック0ですね。にはそれが並んでいて、トピック1には戦記小説が並んでいて、トピック2は家庭小説、で、トピック3は尾崎紅葉と村井玄斎ばかりでした。トピック4は盆景小説と電気小説でした。で、つまりですね、見事に小説のタイプ分けに成功しているということが分かりました。LDA がはっきりと機能しているというわけですね。で加えて、この分析がすごいなというふうに思ったのは、ご覧いただいているチェック印の3つ目なんですけれども、全文書に対するサブジャンルの割合が算出されるということです。円グラフを示しているんですけれども、トピック0が 19%、トピック1が 7%、2が 17%、どこにも合致しないのが 38% などというふうに、その時代の中の全小説の中で、各ジャンルの小説がそれぞれどんなボリュームで割合で分かれているかということを示してくれるわけですね。これは到底人間にはできない作業ですね。全部の小説を読んで、それを分類して何パーセントかに分けていくっていうことはちょっと気が遠くなる作業ですね。今示したのは5年分なんですけれども、これを時代をずらして続けていくとどうなるでしょうか。1905年から1910年、1910年から1915年というふうに続けていくということです。そうすると、サブジャンルの交代の様が見えてくるはずです。そこには文学史の新しい姿が示されているのかもしれません。最後の例になります。需要研究です。前処理までの手順は共通しますので、省略します。ここでやりたいのは、松尾芭蕉の俳句、ホックですね、は近代俳句に、どの程度影響しているか、利用されているのかという、それを調べてみようということです。
具体的に、どのようなことをするのかと申しますと、松尾芭蕉の作ったすべての俳句、北句と、近代に編集された2つの、2冊の比較的大規模な俳句集に収められた句とを、比較します。比較はN グラムという手法を使って行います。具体的には、2つのN グラム、2つの語である、バイグラムというものを使います。バイグラムというのは文章を単語などに切って連続する2つの要素を比べて、一致しているかどうかを検査するというものです。乱暴に言うと2つの単語の並びが共通する俳句を探し出せという、そういう作業をしたということになります。対象とした句集はご覧の3つで、A が芭蕉の前、北句、B が明治の句集、C が大正時代の句集で、数は茶色で示した通りで、A が1300ぐらい、B が明治が2万7000ぐらいで、大正が1万2000ぐらいということになります。これをいちいち対象していくわけなんですけれども、これを人間がやることを想像すると、ちょっと、お手上げですね。1300句と、27000足す12000で4万句ぐらいあるわけですから、1300句を4万句と対象していくので、組み合わせは5200万通り、あるわけです。到底人間にはできる作業では、ありませんが、コンピューターであれば、それをわずかな時間で、実行します。さて、芭蕉の句と明治時代の句を比べて、一度が高かったもの、A と B を比べて、一度が高かったものから順番に並べたものの、部分ですね、上位、一度が高い上位の部分を示したものがご覧の表になります。茶色いものは類似度1。これは完全に一致した句となっていて、私もびっくりしたんですけれども、左が芭蕉の句で、右は別の、明治時代の別の人が読んだ句なんです。偶然なのか、意図的、つまり表説なのか分かりませんが、こういうのが見つかったりもしましたね。その次に一度が高かったのが0.438ポイントの句になって、道端の報げは馬に食われけりという芭蕉の句。これに対して、君が代の報げは馬に食われずやという句があって、一見してわかる通りよく似ている。で、少しポイントが落ちたものも0.357ですと、イノシシも共に吹かるるのは木かな。鶏の横に吹かるるのは木かなというように、これも明らかに似ているということがわかる。類似性の検出に成功しているということになります。N グラムは単純な語の一致度の計算なので非常に初歩的な手法になります。けれども、俳句のような文字数が少ないテキストを扱うのには非常に有効だと思いました。一致度の順番でリスト化したものを見てみますと、人間の体感として、感覚としても、類似率が0.3を超えると、人間の目で見ても、似てるなということが顕著に見て取れます。0.2ぐらいになりますと、ある一つの言葉、例えば季語とかが共通しているだけというレベルになってくるので、これはあまり近いとは言えないなというようなことがわかります。大量の句から類似した句を高速で見つけ出す。この能力というのは人力とは人間の力とは比べ物になりません。デジタルヒューマニティーズ的な手法の強みであると思います。以上、全文テキストデータを利用した文学研究、日本文学研究の実践例ということで、トピック分析と需要研究についてお話をしてきました。まとめに入ります。
今、コンピューターによる解析の対象とし得る全文テキストデータが大規模に登場してきています。こうしたデータ群は研究者の利用を待っている状態にあるというふうに私は思います。全文テキストデータだけではありません。現在の情報技術の進歩によって、特別な知識なしでも使える解析のツール、例えば、今回はNDL、イヌグラムビューアーを紹介しましたが、そうしたものも登場してきていて、今後もおそらく、さまざまなところで、こういうようなツールが登場してくるだろうというふうに思っています。こうした手軽な解析ツールというものを利用しない手はないでしょう。さらに、自分自身でも、勉強を進めて、情報科学の知見を応用できるようになっていけば、全文テキストデータを利用した研究の方向性、可能性は、さらに、広がっていくだろうと思います。そこではもちろん、文学研究だけでなく、人文学研究だけでなく、多分野との共同研究の展開の可能性もありますし、また、AI そのものがさらに進化をしていくという未来もあるでしょう。基礎となる対象のデータの拡大、分析手法の進歩、この動向を鑑みるに、全文テキストデータを使った研究は今後ますます発展していくだろうと思っております。その動向が注目されるところです。以上、近代日本文学研究の観点から見てまいりました。全文テキストデータをめぐる動向についてのお話となりました。ご視聴くださり、ありがとうございました。